今日は神奈川県横浜市戸塚区の戸塚駅にやってきたのだ。ここは JR 東海道線、横須賀線、湘南新宿ライン、そして横浜市営地下鉄ブルーラインが乗り入れる交通の要所。東京駅からは約40分、横浜駅からは約10分の便利な立地なのだ。戸塚は横浜市内でも人口28万人を超える大きな区ですね。駅周辺は長年にわたる再開発でとても便利で住みやすい街として人気上昇中のエリアです。特に駅直結の商業施設が充実してて、雨の日でも濡れずに買い物ができるのが魅力的ですよね。今日はそんな戸塚駅周辺を西口から東口へのんびり散策してみるのだ。まずは西口の駅直結エリアから散策スタートです。改札を出て西口へ向かうと、右手側には巨大な商業施設戸塚アナモール、左手側には戸塚区役所があるのだ。戸塚アナモールは地下1階から地上5階まであって、 JR の橋上改札から歩いてくるとここが3階フロアになってるのだ。戸塚アナがすごいのはとにかくテナントが多彩なことです。ファッション、雑貨、グルメはもちろん、クリニックや美容院、英語教室、銀行まで入ってて、まさに生活に必要なものが全部揃ってる感じです。駅ビルのテナントに商店街も加えたみたいなバリエーションなのだ。大型ショッピングモールとは違う独特の便利さを感じたのだ。隣にある戸塚区役所は表のペデストリアンデッキ経由でも行けるけど、3階の連絡通路で直接行くこともできます。さらに戸塚アナモールを地下に降りてくと、まず JR の地下改札があるのだ。戸塚駅は JR の改札が2カ所あって、さっき使った橋上改札とこの地下改札なのだ。さらに地下に降りると横浜市営地下鉄ブルーラインの改札もあります。地下改札があるおかげで JR と地下鉄の乗り換えが楽なのがいいね。地下エリアもかなり充実してて、東急ストアに直結してるからお弁当やお惣菜の買い物もできるのだ。地下通路にも崎陽軒のシウマイ弁当、美味しそうなケーキ屋さんやパン屋さんもありました。東口にある戸塚モディっていう商業施設にも地下通路から入れるのだ。地下から地上まで雨に濡れることなく用事が済ませられるのはかなり便利そうです。他の町から買い物に来るタイプの施設ってわけじゃないけど、この辺りに住むなら間違いなく重宝する場所なのだ。駅ビルっていうよりもはや戸塚の生活インフラって感じがしたのだ。まさに駅前商店街の進化系って表現がぴったりです。コンビニ感覚で気軽に立ち寄れるのに、必要なものは大体揃っちゃうっていうのが戸塚アナの魅力です。戸塚アナモール3階の連絡通路を渡って、そのまま戸塚区役所に向かうのだ。2013年に完成した地上9階建ての立派な建物なのだ。この区役所ができたことで1960年代から続いてた戸塚駅西口再開発事業が完了したそうです。3階には何やらステーキ屋みたいなお店もあるのだ。マロリーポークステーキ戸塚区総合庁舎店ですね。区役所の中にステーキ屋があるってなんだか珍しいです。8階に屋上庭園があるって聞いたので行ってみるのだ。想像よりコンパクトだけど緑が広がっていてちょっと癒されるのだ。この屋上水田では毎年田植え体験が行われてるそうです。2025年は戸塚小学校の5年生約178名が参加したそうです。休憩スポットかと思ってたけど意外な形で活用されてたのだ。この取り組みは2013年から続いていて、今年で12回目なんだって。児童たちは6月に田植え、10月に稲刈り、12月には脱穀、精米、新米を味わうそうです。最初に来た時は狭いしベンチも少ないしなんて思っちゃったけど、ただの屋上庭園じゃなくて地域の子どもたちが参加できる体験型の場所になってたのだ。区役所から戻って今度は戸塚アナの先にあるサクラス戸塚に向かうのだ。戸塚アナの中を駅とは反対方向にまっすぐ歩いていくのだ。戸塚アナの駅側の入り口から歩いてもほんの1分、2分で到着です。こっちもなかなか大きなショッピングモールなのだ。戸塚アナが駅前商店街の進化系だとすると、こちらはもうちょっと郊外型のショッピングモールって感じかな。ニトリとかの大型店舗が目立ちます。ニトリは敷地面積が広くて品揃えもいい感じなのだ。
家具や生活用品を見て回るには使い勝手良さそうなのだ。戸塚アナの延長上にあるテナント構成って感じがしました。戸塚アナに入りきらなかったお店がこっちに入ってるような印象です。戸塚アナとサクラス両方合わせて戸塚の商業エリアが完成してる感じなのだ。ペデストリアンデッキでつながってるから地上に降りる必要なく行けるのが利便性高いね。サクラス戸塚から歩くこと約5分、ベイ&リーフ横浜に到着なのだ。入り口は少し奥まっていてうっかりすると見落としそうなのだ。こちらは旧横浜ボンベイの流れを組むカレー専門店です。薬膳カレーの薬膳ボンベイが一番人気で、辛口のカシミールカレーも人気みたいですね。店内は綺麗で落ち着いた雰囲気で席間もゆったりしています。今回は薬膳ボンベイと表の看板写真に惹かれてタンドリーチキンリブも注文したのだ。このタンドリーチキンリブ、香ばしいスパイスの香りが広がって食欲をそそるね。外は香ばしく、中はジューシーで柔らかいです。薬膳ボンベイはピリッとした辛さの中に複雑なスパイスの味わいがするのだ。カルダモンやマスタードシードみたいなホールスパイスがゴロッと入ってて本格的なのだ。見た目はシンプルだけど一口ごとに違う香りや風味が広がってかなり癖になる味だね。薬膳って名前の通り体に良さそうなスパイスがたくさん使われてる感じがします。店内はカレー屋さんというよりカフェみたいな内装ですごく落ち着いて食事ができたのだ。ビルの入り口とはだいぶ印象が違ったよね。戸塚駅周辺で本格的なスパイスカレーを味わいたい人におすすめです。ベイ&リーフから徒歩3分ほど歩くと横浜市戸塚センターがあるのだ。こちらは複合施設になってて、1階が戸塚図書館、2階は戸塚地区センター、3階は戸塚公会堂って構成です。戸塚図書館は1978年に横浜市内4館目の図書館として開館したそうです。かなり古い図書館なのだ。蔵書数は16万冊となっています。戸塚駅からは徒歩5分と少し歩きますが、周辺にはショッピング施設もあるので買い物ついでに立ち寄る人も多そうです。3階の公会堂は517席の本格的なホールなのだ。さまざまな催し物に使われてるらしいのだ。地区センターでは地域の方々がサークル活動とかしてるのかな。図書館、地区センター、公会堂が一つの建物に集約されてるのは便利そうです。戸塚の文化的な拠点って感じなのだ。戸塚センターから出て右手側にあるのが樫尾川なのだ。樫尾川沿いの道を歩いて戸塚駅まで戻るのだ。樫尾川は全体でおよそ700本、戸塚駅周辺のプロムナード区間だけでも約350本の桜が続く名所になっています。現在は8月なので桜は咲いていませんが、春になったらすごく綺麗なんだろうね。700本、それはすごい数なのだ。今でも川沿いの散歩道として気持ちいいけど、桜の季節は圧巻だろうなって想像できるのだ。ここ樫尾川の桜並木はなんと江戸時代の安政3年1856年に堤防改修の記念に最初の桜が植えられたのが始まりになっています。その後明治時代の高地整理などで一度は全てが伐採されてしまったんですが、1910年の堤防改修完成を記念して大規模な植樹が行われました。昭和初期には桜のトンネルが見事で関東有数の花見スポットとして堤は桜と茶屋で大にぎわいだったそうなのだ。でも戦時中には燃料や木材として全て伐採され全滅に近い状況にまでなってしまったんです。けれど戦後昭和27年1952年に地域の有志の方々がソメイヨシノを約2000本植えて復活させたのだ。その後1970年代の堤防改修で一部伐採されることがあったものの、その都度植え替えが進められて桜並木は今も健在ということですね。ちなみに桜は戸塚区の区の花にも指定されています。長い歴史を歩いてきた桜並木って感じなのだ。戸塚駅の橋上改札を抜けて東口の駅前広場にやってきたのだ。前に広がる開放的な広場は視界がすっきりして気持ちいいのだ。ここ
戸塚駅東口のペデストリアンデッキ広場は普段は待ち合わせや通行に使われていて、春や秋にはミニコンサートやマルシェ、夏には縁日が開かれるイベントスペースでもあります。雲の足のように広がったでっかい金属モニュメントが目立つのだ。あれは戸塚未来っていう名前みたいです。高さは23メートルあって、まさに駅前のシンボルという感じです。なんだかよくわからないけど存在感はすごいのだ。広場の左手側には東口の代表的な商業施設戸塚モディが見えます。ペデストリアンデッキから直接入ることができます。戸塚モディは丸い系列の商業施設なのだ。地上7階地下1階の建物でデパ地下や飲食店に加えてファッションや雑貨、書店、家電まで幅広く入ってるのだ。地下鉄からも駅直結でアクセスしやすく、雨の日でも濡れずに買い物できるのがいいね。上の階には美容系の店舗やゴールドジムもあって、ショッピング以外の利用者も多そうなのだ。衣料品や生活雑貨のお店は日常使いしやすいブランドが多いし、地下の食品フロアは仕事帰りの人でにぎわっていました。お惣菜やスイーツを買って帰る人も多くて、地元の生活に根付いている雰囲気です。駅周辺での買い物は戸塚アナモールとモディを合わせて回ればほとんど用事が済んじゃいそうなのだ。それぞれに違うジャンルのテナントが入っているからうまく使い分けできるのだ。戸塚モディ2階の一角にある純喫茶モネンにやってきたのだ。東口広場からも直接入れる入り口があるからモディに入らなくても利用できるのだ。店内は木目のテーブルと革張りの椅子、壁には観葉植物がたくさん置かれています。奥の棚にはポスターやメニュー、地元のイベントチラシも並んでいて、どこか雑多な雰囲気がいいですね。モディの中にありながら外の喧騒を忘れられる落ち着いた空気感があるお店だと思います。今回はメニューの中からカフェフレットシェカラートを注文したのだ。イタリア発祥のアイス版エスプレッソでシェーカーで攪拌することで表面にふわっと泡が立っているのだ。メニューにもコーヒー好きの方におすすめと書かれていたね。ガムシロップが最初から少量入っているので苦味と甘みが絶妙に混ざり合っています。キンと冷えたグラスから漂う香りとひんやり感が暑い日にぴったり。ごくごく飲めちゃうのだ。普通のアイスコーヒーよりもパンチがある味わいなのだ。戸塚駅での買い物や散策の合間にゆっくり一息つく場所としておすすめだと思いました。今回は戸塚駅の西口から東口までぐるっと一周してみたのだ。駅直結の商業施設が多くて雨の日でも移動しやすいのが便利だったのだ。戸塚アナモールやモディのように生活に必要なものが駅周辺だけで揃うのは魅力的だよね。樫尾川沿いの桜並木や駅前広場のイベントなど季節ごとの楽しみも多いエリアでしたね。それに地元ならではのグルメも良かったのだ。スパイス感たっぷりのカレーや純喫茶のちょっと珍しいコーヒーとか、どっちもまた食べに来たくなる味だったのだ。交通の便も良くて横浜や東京方面はもちろん湘南や小田原方面、それに鎌倉も一本で行けるのは大きな強みです。住むにも訪れるにも便利で魅力の多い街だと改めて感じました。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。